こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、やっと生まれたラバと共に西方面の長期遠征に出向き、新たに地図6枚を探索したところまでです。砂利山しか見つからなかったけどね。まあでもすでに15枚の探索を済ませているし、もうぼちぼちジャングルが出ると思うのですが、30枚になっても同じこと言ってそうよ。さてアイテム整理がそろそろ終わりで、今のところエンダーパールが8個集まってます。経験値稼ぎにジエンド攻略する日も近いですね。今晩も野戦してきます。最近随分積極的ね。結局倒せたエンダーマンは3体で、手にしたパールは1つでした。微妙な成果ね。まだ恐るエンダーマンを探している状態なので少ないです。武器防具エンチャントを揃えたら走り回って探せそうなのですが。さて、次なる遠征は東方面に地図6枚分です。西の探索と同様に一筆書きしてきます。で、遠征の前に久々にリスポーン拠点に行こうとしたら、またリードが切れていました。なんだろう。フラグ立て見逃したんじゃないの？それでラバルートの分岐に入れず卒業式のイベントなしルートね。むしろそっちのルートの方がいいです。さて、リスポーン拠点に来るのはブランチマイニング以来ですが、目的はエンチャントです。願わくばドロップ増加3ですが、武器防具の強化もしておかないと。さて早速、惜しい、2です。もし3なら東の遠征そっちのけでネザージエンドルートに分岐してたところです。特にいいエンチャントはなかったので斧に低レベルをつけてテーブル更新。次も武器防具エンチャントが微妙だったので耐久力3のツルハシを補充。3回目も剣はダメです。でもなんとかレギンスでダメージ軽減4を引きました。これでやっと防具は鈍いよね。まあでもないよりマシでしょう。さて、1枚目の地図の南東に着きました。いよいよ遠征開始です。西の探索同様にこんな感じで回りますが、少し違うのは探索隅のこの地図です。そこは寒い気候があったところよね。樹氷表現探しに通りがかりに埋め残しを埋めないといけないわけね。それもありますが、この辺の海洋バイオームは広いんです。ひょっとしたらキノコ島があるかもしれないので海洋の埋め残しも埋めないとなりません。でも、現実的にはこんな近くにキノコ島があるわけないわよ。まあ私も本気で期待しているわけではなくて念のため、だったのですが。テリー、何か言い残すことはない？一つだけ。まだ言い残したくありません。まあよく考えてみると、ワールドに降り立った場所からキノコ島が近いなんてよくあることなんです。前作もそうだったし。つまり被告人の主張はあくまで偶然であるということね。何も悪いことなんてしてませんし。それにしても、なぜか赤い巨大キノコが一つも見当たらなくて異様な雰囲気です。巨大キノコも建築ブロックなのですが。さて早速、このキノコ島を探索して広がり方を確認しているところなのですが、広いです。随分広いわね。行ってもキノコ島ね。過去のプレイでこれだけ広いキノコ島を見たことがありません。ここでやっと、というか島でないですね。大陸続きのようです。せっかくなので縮尺の大きい地図を作ろうと思ったら、無理でした。レッドストーン持ってきてないです。また忘れたの？いえ、6枚の地図作れればいいやと、あらかじめコンパスを量産しておいたのが裏目に出てしまいました。まあいずれ建築材を取りに来るので、それまで縮尺の大きい地図はお預けです。それにしても本当に異様ね。アカシアの木と一緒に巨大キノコが普通に立ってるわ。この辺りなんか向こうに見えるサバンナ大地と同等の高さがあって、キノコ大地という感じです。既存バイオームの一部がキノコ化しているようよね。さてキノコ探索を終えて遠征再開です。
とりあえず海底神殿を新たに発見。そしてさらにもう一つ。これで確か5箇所目だったと思います。スポンジがある程度確保できる目処がついたかしらね。そうだといいのですが。さて、やっと寒い気候のある地図を東に抜けて、地図16枚目に突入です。キノコが見つかったのはひとまず良いですが、肝心のジャングルを見つけねばなりません。ここからが遠征の本番ね。さて、それから3分経過したところです。うお？ちょっとまさか、今見つけたらさすがにまずいわよ。どう見ても手遅れです。やばい、なんか漠然とした危機感が。まあよく考えてみると、ワールドに降り立った場所からメサが近いなんてよくあることなんです。前作もそうだったし。記憶捏造してるんじゃないわよ。なら、ピラミッドパワーを受けてメサ発見率が跳ね上がったんですよ。まだ基礎のさらに基礎を組んだだけでしょ。ならひょっとして、私最近日頃の行いが良かったのでしょうか。などと容疑者は意味不明な供述をしており。それから5分さまよってようやく、メサ大地っぽいのを見つけました。これはトンネルにあらず。というか砂岩ということはメサの端っこのようです。で、多分、メサ3種類のバイオームは踏破しました。冒険の時間の残りはジャングルとメガタイガだけです。この分だと本当にジャングル発見が最後になりそうなんだけど。その件は少し焦り気味です。下手すると物欲センサーの存在を立証することになりかねません。さてメサの地図を南に抜けて、地図は次が17枚目となります。で、17枚目に入ったばかりで砂漠の神殿を見つけました。またインベントリが圧迫され始めるのね。まあかさばりそうなのは馬鎧2つだけで済みましたが、前みたいに次から次に神殿が出てくると結構辛いんですよね。さて、もうメサ見つけたのでトンネルポイント稼ぐ必要もないんですが、日頃の習慣というのはなかなかやめられないものです。習慣というより習性じゃないの？そこから4分、今回の遠征では初の村を見つけました。ここはすでに拠点から遠く、いい村人見つけてもショックを受けるだけかもしれないので、もうスルーしてしまいます。学んだわね。いやでも、ネザーワープ使えば案外楽々引っ越しできるかも。と考え直して寄ってしまいましたが、私はこの時この村をスルーするべきだったんです。結果的には台のつく後悔する羽目になりました。ということは、上位取引する村人がいたの？いえ、この村こそが正真正銘守るべき村だったんです。なんちゃって闇の村ではなく。まあ確かに、露出峡谷じゃなくてここまで深さがある村は珍しいわね。峡谷に貫かれた村なら過去のプレイで何度か見つけてて、今更はしゃぐほどのものではありません。それに峡谷の村は、所詮峡谷が主であり村が従なんです。しかしこの村は違う。しっかりと村が主役であり、これだけ巨大な穴が村の中に属しています。まあよくわからないけど、この村を保護する村に選べばよかったってことね。でも、穴の中の家を空き潰しするとか色々面倒そうよ。松明つけなくてもいいんじゃないでしょうか。あの狭さならゾンビが湧く率は低いですし、万一はいても他の村人たちから隔離されているので安心です。砂漠と緑の境目の特性も兼ね備えてて、闇の村の上位互換なんですよね。ほんと惜しいことをしました。さてそれから6分、じわじわインベントリに響く砂漠の神殿発見です。ラバを連れてこれるならなんてことないのですが。で、調べたらここは11箇所目の神殿で、TNT がトータル99個になりました。案外結構集まったわね。もう予定してた倍くらいです。さてさらに1分ほどで、今度はなんてことない村に到着です。エンチャント本の取引も容易に諦めがつく内容で、ありがたいです。テリー本とそれでいいの？さ
さて地図は17枚目を抜けて、18枚目に突入しました。今回は色々あったのでこの辺りまでです。次回は東の遠征の続きで、お目当てバイオームはメガタイガとジャングルと樹氷表現の3種類です。ところで最近ピラミッド建築が滞ったままだけど、今のところ早期にビーコン手に入れて、各種ブロックのハイスピード採掘を一通り調べてからにしたい気持ちが強いです。まあですが、ジャングルの木を手に入れたら木材だけでも積みたくなるかもしれません。気分次第というわけね。それではまたね。バイバイ。